2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー21。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。今回は電動エアーポンプのお話です。購入は2023年2月です。今現在のモデルはモデルチェンジが進んで形はスリムになっています。形は変わっても機能自体は全く変わりありません。私の場合使用するのはタイヤ交換時がほとんどです。毎月の空気圧チェックは GS で済ませています。今般その電動エアーポンプが壊れてしまいました。ホースをねじ込んだらポンプが共回りするのです。これまでたった2回しか使用していないのですが、どうやらサポートが壊れたものと思われます。サポートを直せば機能は保っているようなので、その原因追求と修理の顛末を動画にしてみました。合わせてサンシェードの身長と走行距離6000キロを超えた時点でのバッテリー健全性数値の測定を一緒に制作しています。それでは続きをどうぞご覧ください。中華電動エアーポンプの修理。2023年2月購入電動エアーポンプです。ホースをつなごうとすると接続口が動きます。カラカラ音がするのでポンプを固定している何かが外れたようです。簡単に治るような気がします。中の構造も気になるのでちょっと開けてみましょう。多分この合わせ目のところに爪があって止まっているだけだと思います。少しずつ隙間を作って爪を解放してみます。開きました。反対側も同じように行います。こちらも開きました。中身はポンプと基板だけの簡単な作りです。そもそもサポートがあるのにここの指示がありません。サポートのビスを外します。ここのプラスチックが折れています。これではサポートなしと一緒ですね。せめて頭側のサポートがあればよかったのでしょうが、検品などというプロセスはないのでしょう。購入して1年以上過ぎているので DIY してしまいます。ポンプを外してサポートを直し、頭側のサポートを追加します。ポンプを外して下の受けを接着しました。受けの柱周りは接着剤で補強しました。頭側のサポートを 0.3 ミリのアルミ板をハサミで加工して作りました。これで当分は大丈夫でしょう。ビスは3ミリで下サポートの穴は明らかに上より小さいです。これが割れの原因でしょう。ビスをワンサイズ下げる手もありますが、私は下穴を大きくします。
このセンサーホース用の書き込みもずれていますね。それでもともとポンプが回転されてついていたのでしょう。これは機能に影響がないのでこのままにします。ドリルで下穴を開け直します。ビスを入れてみます。大丈夫のようです。サドルを戻していきます。口元の状態を見ながら締め付けています。頭側も取り付けます。終わりました。一旦外した電池を戻します。電池はサポートがあった方が良いですね。コネクターをつなぐと電源が入ってしまいますが、故障ではありません。これで蓋を閉じて良いでしょう。ケースを閉じていきます。爪の位置を合わせて閉じるだけです。終わりました。確認します。この後実際に試験しますが大丈夫のようです。口元も良い感じです。充電用の USB コネクターも OK です。共回りするとホースがしっかり接続されないのでコネクターの接続を確認して終了です。空気圧の測定。修理を終えたので試験をします。付属品です。英語の説明書です。4種類の対象によってノズルを変えます。ボタンは5つでシンプルな設計です。下は充電用 USB 接続口です。ここに車用のホースをつなぎます。
小さいですが非常用の LED もついています。ホースをつなぎます。接続は問題ないようです。電源ボタン長押しで起動です。セットキー単押しで4種類の対象が変わります。セットキー長押しで4種類の単位が変わります。変わる単位は PSI、キロパスカル、バール、キログラムフォースパー平方センチです。プラスとマイナスキーで数値を変えます。車に付属のエアーポンプを見てみましょう。わかる方も多いと思いますが、これです。パンク修理キットとして積んでありますが、もちろん空気入れとして使えます。ただコードが短いので右後輪などは少し面倒です。タイヤの空気圧は運転席側ドアに2種類表示されています。キロパスカルは国際単位、キログラムフォースは従来の単位です。電源ボタンを長押しして電源を入れます。プラスとマイナスキーで空気圧を変えます。ライトボタンで LED が点灯します。セットボタン長押しで単位が変わります。ホースをつなぎます。つなぐとわざと下げた空気圧が表示されます。スタートしました。サポートが折れただけで機能は問題ないようです。音は少しうるさいです。2.15 に設定したので止まりましたが、2.20 に数値を変えて再加圧します。自動停止しました。この後 GS で圧を測ってみます。サンシェードの身長。前の車から使っているサンシェードです。夏なので今回これを新調しました。理由は縦寸法が合わないのと古くなって吸盤が外れるのです。内観です。この上側左右の吸盤がすぐに外れてしまいます。なので今人気のものに交換します。パッケージです。取り付け手順の写真付きです。中を開くと開閉手順イラストもありますが、
いまいち日本語になっていません。操作は開くより閉じる方がコツがいるようです。ひねってから輪を3つにするんですね。サンシェードを取り付けた状況です。ドラレコが結構大きいのでこんな感じにしかなりません。上部中央が割れているのでミラーサポートを避けることができます。内観です。上下はワイヤーが窓枠に押し付けられてぴったり収まっています。ドラレコのために中央が窓に貼り付きません。ミラーのため左バイザーが使えないのでマジックテープをつけました。折りたたみはまず半分にします。そうしたらこんな感じにひねります。中央を掴んでもう一つ輪を作ります。こんな感じです。あとは成形するだけです。慣れればもう少しうまくできるでしょう。袋に入れる時も口が狭いのでちょっと手こずります。あとは材質がすごく薄いので耐候性が気になるところです。収まりました。畳み方が下手なので最初よりスリムでなくなりました。走行距離6000キロでのバッテリー健全性。走行距離が6000キロを過ぎ納車から9ヶ月なので再びバッテリーの健全性を測定します。今回は SOC と SOH の測定にとどめます。前回と同じく CCA を320と400の2種類でやってみます。自動車用鉛蓄電池を選択します。パラメーター400です。SOC、SOH100%、電圧 12.84V、CCA491、内部抵抗 5.68mΩ と出ました。測定値の比較数値は説明欄をご覧ください。パラメーターを下げます。パラメーター320です。SOC、SOH100%、電圧 12.86V、CCA490、内部抵抗 5.69mΩ と出ました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。